はい、どうもこんにちは。本日、わらしべ長者第7弾となります。どうした？どうした？いやー、もう、わらしべ長者もね、いよいよ第7弾になったなと思いまして。数ちゃんと合ってんの？ダブル R でしょ、スティングレイでしょ、ダブル R でしょ、アルトラパンでしょ、この間のダブル R でしょ、このリミテッドでしょ、6代目だ。ちょっと待って、はい、もう一個質問いい？はい、6代目となりました。質問はダメ。あ、どうぞ。6台ってことは、今ここに1台あるから、5台は出払っちゃったんだよね。もう出払ってます。その子たちの乗り手はみんな消息不明？1台以外はみんな分かってます。あ、そうなんだ。はい。1台は沈めたの？廃車になったとの話を聞いてます。ああ、そうなんだ。はい。理由は分かんないですけど、はい。それ以外は今も健在で元気に、はい、走っております。ということで、わらしべ長者企画第6代目ということで、車両のご紹介をしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、早速紹介したいと思うんですけども、もうね、こちら後ろにあるんですけれども、こちらはですね、MH22S 型のワゴン R FTS リミテッドということで、久々の M ターボでございます。そう、このグリルがやっぱ立体的でね、はい、いいよね。このビレットグリルがね。はい。そしてこれ、スズキのエンブレムも残ってるんです。もう取っ払わなくていいの？はい。これどうやらですね、女性のオーナーが乗ってたようで、はい、非常に綺麗に管理されてました。そしてですね、まず最初エンジンルームとか見ていただきたいんですけれども、エンジンルームの方なんかも、こうやってですね、過去のやったものが残ってるんですよ。はい、ATF も73000キロの時に交換してたり、あとエアコンガスのクリーニングなんかもやられてると。テプラで貼ってるね。そう。真面目ちゃんだ。だから、ディーラーとか、ちゃんとした整備工場なんかで、綺麗に管理されてたのかなと思います。そうだね。なんかさ、もっとホコリっぽいんだけど、そう。黒いところの樹脂がちゃんと黒いね。この奥とかめちゃめちゃ綺麗なんだけど。そうね。比較的綺麗かなと思います。はい。そう。この奥が本当に綺麗。はい。ね。そして、こちらは、ここ、見てください。これブローオフバルブついてないでしょ？ここにボコッとブローオフバルブがあるんですけども、これがついてないということは、M ターボということになります。いいの？ M ターボは、馬力は60馬力なんだけど、まあもちろんターボなんで、別にそんなに不自由はないターボであります。それと同時に、部品数が少ないんで、トラブルが少ない。これが売りかな。NA よかは燃費はどうしてもやっぱり落ちちゃうけども、ターボだからね。それなんだけども、まあその分 NA よりも力強さはあると。そして DI 乗りの方には申し訳ないけども、DI よりも部品数が少ない分、トラブルも少ないということになっております。基本的に、まあメンテナンスもちゃんとされてるということで、まあ悪くない車両かなと思います。基本は全部ノーマルってことでいいね。これね、フルノーマルです。おお、素晴らしいじゃない。はい。私、マーブラが、この車両を外観で見て、唯一気になったところが、ここのボンネットのちっちゃいエクボへこみ。わかる？うっすら。うっすらある。ここだ、あと。そこははっきり見えちゃう。そう、2箇所あって、これ以外はですね、実は車両外観はへこみありません。そこのへこみさ、私心当たりあるよ。あ、そうですか。私も昔ね、はい。マイティ乗ってて、はい。ボンネット閉めるときに、はい。ほら、支える棒あるじゃん。はい。あれでバンってやっちゃったの。まあ、ボンミスですね。ということで、マーブラが今確認する限りでは、全体見ましたけども、へこみはこのボンネットにエクボへこみが2箇所あるだけとなっております。なので、基本的に外観は綺麗です。ご覧ください。綺麗でしょ？傷っていう傷もそんなにないし、いわゆる年式相応の小傷とかっていうのはあるんだけども、へこみとかえぐれ傷とかは特に見当たらないんですよ。そうなんだ。ちょっと、気持ちここは当たってるけど、でも磨いたら落ちる感じなのかな。これ？ここも。これこすれた。これはもう全然磨けば多分木だよね。はい。
ギリギリ走ってて木でこすっちゃった感じ。軽くコンパウンドで磨けば落ちる。綺麗なんだよね、ルーフの。そう。羽も綺麗だし、ルーフもクリアハゲがないんです。うん。知ってるかな。クリアハゲとクリア汗がないんです。うん。はい。なので、結構ね、これ綺麗だと思います。そうだね。バンパーも傷ないね。削れとかえぐれないでしょ。そう、ぶつけてないね。苔はちょっと生えてるけど、これは落ちちゃうから。うん、洗車のレベルでね。うん。そうだね。この内側も、うん。この辺ね、よく汚れて、剥げちゃったりするんだけど。だから逆言っちゃえばそんなにも乗ってなかったのかなっていう感じなんですけども。なんだろう、これ野ざらしじゃなかったんじゃないかな。こんだけルーフのね、塗装が生きてるんで。それとあと、このパッキンがさ、割と切れない。そうね、言われてみたらそうだね。だから多分日焼けしないところに置いてたんじゃないかな。まあ、ただ一応年式相当だけはね、言っといた方がいいかなと。ここも焼けてないし。うん、そうだね。うん。あとほら、ここ、大事なところ。はい。まあ、これは色あせるよ。うん、あせても割れてないね。ああ、そうだね。うん。それは言えてます。適度に洗車がされてたのかなっていう感じではあります。うん。で、肝心から目はやっぱり車内でしょ。一番ね、目にするところだと思うんで、ちょっと車内も見てみましょうか。はい、じゃあ車内はですね、こんな感じです。はい。綺麗なんです。あれ、キティちゃんが貼っておる。なんで、おそらく、女性じゃないかなと。ここに、なんかオイルも貼ってある。これね、オイル101,631キロと書いてあるんですけども、これ走行距離が98,000キロなんですよ。あ、じゃあ交換のところを貼ってあるんだ。そうです。なので、10万キロ足してないんで、10万キロ足してないワゴン R 見つけるのなかなか大変ですよ。はい。見つけてきました。はい。はい。どこのコネで？知り合いの外国人の方々ですね。下取り車だったんで、なんとか安く手に入れることができました。以前乗られてた方は日本人の方なんで。なので、外国人の方が乗ってたとかではありません。車内のシートもそんなに懐かしいでしょ？リミテッドの純正シート。そうだね。この内張りも一緒だね。そうそうそう。うちのリミテッドとね、同じ車両で。はい。後ろもね。そうなんです。同じだね。全く一緒だね。ルーフも綺麗でしょ？ルーフも。そう。今ね、ちょっと外出て気がついたの。はい。気がついたことがね。はい。これ。盗難警報車。これひび割れてないんだよ。すごくない？やっぱ日焼けしなかったんだ、この子。もしかしたら室内保管とかある程度あったのかもしれないね。ね。または日が反対側だったとか。ああ。でも、そしたら、でも、後ろかな？後ろのステッカーはちょっとパキパキしてるからね。だから後ろが日が当たってたのかもしれないね。ね。まあでも正直こんなエンブレムが全部残ってるなんてね。剥がされたけどね。はい。で、この公認店の鈴木オート相模さんっていうのが載ってるってことは、これ間違いなしに神奈川県から出てるんで。まあこの近辺でちゃんとメンテしてもらってる感じだよね。そう。だから、変に地方の車両とかで雪国とか。よくあるのが水害とかね。そう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 。そういう感じではないので、まあ神奈川県にずっと住んでるんで。はい。なので、まあ水害とか、天災的なものっていうのは特にないんで。ここ40年間ぐらいは。同じ神奈川出身の方なんですね。はい。神奈川出身なので、まあ問題はないかなと思います。でもこんな純正ホイール履いて、もう本当に何もいじってない仕様の状態なんで、これはね、結構いい球じゃないかなと思います。女の子ですよ。多分女性だと思います、ね。球って言わないでください。うんうん。下ネタかい。ということで、まあこのパープルがね、結構好き嫌い分かれちゃうかなっていうのもあるかとも思うんですけども。薄めのパープル、濃いめのパープルが多いんだよ。これ。バイオレットなんとかパープルとか言うんですよ。そう、黒めの感じのね。はい。なので、コンディションも悪くないんじゃないかなと思います。で、肝心要のエンジンと走行の時なんですけども、走行は自走しました、マーブラが。自走での運転さんですけども、走行時のハンドルのブレとか、ハンドルがセンターずれてるとか、そういうのはございません。はい。もちろん、まっすぐちゃんと走ります。ノー事故で。ノー事故ですね。はい。
それでエンジンも、ちょっと今かけてみればわかると思うんだけども、エンジンもすこぶる元気です。はい、かけます。後期型なんで、M さんが大好きな、このリモコンキーのね、本当だ。スマートキーと、同じやつだ。そうです。あとは、オプティトロンメーター。アクセルのレスポンスも、もう全然、悪くないです。あ、しかも、やっぱ、本当だ、ホグランここのやつも一緒だ。そう、フォグランプもついてるし、基本的には程度いいです。オーディオが本当純正なんですよ。うん、それだったね。そう。最初。エアコンもマニュアルエアコン。うん。まあ、そこら辺なんかこだわりがある人じゃなければまあ問題ないのかなと思います。ルームミラーは、キティちゃんのルームミラーがついてます。キティちゃんのルームミラーじゃないよ。これ、キティちゃんのルームミラーなんです。ほら。そういう純正のやつなの？ほら。あ、本当だ。ここにハローキティって記載があるんで、うん。もう、シールを貼ったとかではないです。じゃあギャル系だったのかな？ギャルなのか何なのかわかんないですけど、普通にキティちゃん好きの男性かもしれない。もしかしたら。アイドリングも安定するし、エンジンもね、イオンとか特にないんで、これもしかしたらだよ。もしかしたらマーブラがわらしべで今まで持ってきた市場の上位に入るぐらいコンディションいいです。ただ、走りに特化してるわけではないもん。まあ、スポーティーではないよね。ターボではあるけども、60馬力仕様なんで、まあ、スポーティーに振りたい人であるならば、まあ、ブースト上げるとか、やはり DI とか S ターボの方は軍配は上がる。ただ DI にしても、特に S ターボなんかは電気型しかないんで、程度がいいっていうのはなかなかないかなと思います。日常乗りには持ってこいってことよね。そうだね。高速もターボなんで苦しい感じで走行するってこともないだろうし、悪くはないと思います。あと気になる点は？気になる点っていうか、綺麗です。トランクは開けてもいいの？あ、どうぞ。ほら、一番目立ちやすいところ。ハッチもまだダンパー生きてます。はい。あ、本当だ。ちゃんと支えられてます。シュンってしないね。はい。あ、ちゃんと綺麗だね。そんなにも包んだ感じも。ないんです。擦れた跡とかもないんで。そう、ここら辺がね、人つきやすいけど、はい。買い物に使ってたわけじゃなさそう。こうやって見るとね。そう、すごい綺麗です。あ、運転席がちょっと汚れてる。気持ちね、ありますよね。あそこだけだね、汚れて。そうなの。なんでだろう。だからオプションでルーフを塗っちゃうっていうのも手だし。そうだね。はい。そこら辺なんかも、マーブラ、受けたまっております。結構大変なんで、ルーフ外すのも大変なんで。だってルーフ塗りのプロでしょ。ルーフを塗るときは、ここだけじゃなくて、ここなんかも全部塗るんで、黒に。ああ、目立っちゃうから。だって、明らかおかしいじゃん。いいんじゃない？ツートンで。いや、それはやっぱ嫌でしょ。そこは妥協してほしくないな。そっか。どうせ塗るんだったら。頑張って。前の視聴者さんで、WR 購入された方は、オプションでルーフ塗装して、今満足していただいてるんで。この中は？この中も、ほら。本当だ。あ、なんかすごい綺麗じゃん。ちゃんと空気も入れられてるんで、めちゃめちゃ綺麗でしょ。中がさ、よくゴミとかで溢れちゃったりする。これね、多分、下回りも相当綺麗だと思います。錆びる前に、シャーシブラック塗られてます。錆び防止？錆び防止のために、シャーシブラックを塗られて、錆びを抑制されてます。ボディ自体も錆びないんで、変にボディにシャーシブラック塗られたりとかしてないんで、ボディ綺麗ですね、下回り。どうせだったらね、フロントの下回りも見てみましょう。さあ、ここのオイルエレメントのところももちろんオイル漏れないし、こちらの ATF のところもオイル漏れなんかは一切ございません。こっちですね。こっちなんかもオイル漏れはありません。下回りもね、比較的綺麗な感じだなと思います。ドライブシャフトとかもブーツの破れはありません。そしてね、リミテッド特有のアイドリングが落ち着いてくると、静かで。
この動画でね、以前 ISCV の交換しましたけども、変にアイドルが安定しないとか、アイドリングがやたら高いとか、そういうのは特にありませんので、M ターボならではの良さがあります。ここも綺麗だね。はい。この中のもちもちのやつ。あ、エアコンのコンデンサーね。うん。はいはいはい。ね、ここほら石とか当たってよく曲がっちゃうけど。そうなんですよ。潰れも特にないんで。ね。はい。エアコンの機器はどうなんだろう？エアコンの機器全然効きます。そして、ヘッドライト。はい。これこの間この動画で磨いたばっかなんです。はい。はい。さすがにちょっと黄ばみがあったんで、でも正直ね、あんまり黄ばみなかったです。サムネで一回、画像比較の写真、サムネにしたんだけど、あんまり変わらないから、サムネ変えました。はい。だから、車庫に頭から入ってた感じが強い。可能性もあるね。まあ、推測でしか過ぎないけどね。で、高速とかも走ってない感じじゃない？そうだね。神奈川県内の、市内をうろうろしてたのかなっていう程度の車だと思います。はい。ヘッドライトも綺麗でしょ。そうね。そうなんです。これを今、わらしべ長者で売ってます。ということでですね、まあ今これが、車検がですね、令和6年6月で切れちゃったんです。なので、今、車検は切れてる状態なんですけども、購入時の時に2年お付けするっていうことがもちろんできます。または、現状販売のまんま持っていくっていうことも全然できます。車検は自分で通すんで、少しでもコストを浮かしたいっていう方なんかは、車検を自分で通すんで、車体だけ売ってくれっていう人なんかでも全然受けて回りますので、分割払いもできますので、はい。ぜひご検討いただければと思います。ということで、わらしべ長者企画第6弾ということで、徐々に車のバージョンをね、上げていきたいと思ってるんですけども、なかなか赤字経営でうまくいきません。はい。なんとか車のランクもね、上げていきたいと思ってますので、応援のほどよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。高評価やコメント、またね、他の動画が気になるという方はですね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。ということで、最後にマーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？マーブラじゃんけん、じゃんけん、ぽい！ということで、マーブラはパーでございました。それでは、またお会いしましょう。さよなら。